街が広くてね、本当にこちら物がいっぱい入りそうです。こんな感じですね。やっぱりなんか黒よりは面積が少なく見えていいなっていう。ブルックリンとグラマシーを誕生日なのでっていうことで2つ同時に購入したんですけども、ちょっとねグラマシーの方が黒すぎて、そしてまたちょっと私のこだわりでスティッチの色が目立つのがちょっと嫌で、他のバッグと交換していただこうかななんて言ってたんですけども、結局ねまたグラマシーの今度色違いで交換していただきました。今日はこちら見ながら、他のブランドで同じぐらいの価格で購入できるトートバッグについても話したいと思います。はい、では早速開封していきます。はい、これがまだね中に詰め物入ってる状態となります。なんか黒に比べるともうこちらはハニーっていうカラーなんですけども、もうね黒に比べると一回りぐらい小さいんじゃないかって感じるぐらい、やっぱり面積がね黒の時はすごく存在感があったので、こっちの方はすっごくね軽やかっていうか、そういう感じで、これだったら春先もしかしたら夏も使えるかなと思って、もうすごく気に入りました。はい、詰め物外して今こんな感じになってます。例のスティッチの方なんですが、これはまあ本体よりも少しだけねちょっと違うカラーになってるのかもしれないんですが、黒いレザーのものに比べるとそんなにね目につきづらい色となってます。でこちらにはコーチのハングタグ、何かバックチャームをつけることができるリングがサイド1箇所についてます。で底の方には秒もついてまして、容量たっぷりのトートバッグとなってます。色がねなんかとってもいい感じで、特に冬は黒いコートに合わせたり、夏はね白い T シャツ1枚でもすごくいい感じだと思います。で私が言ってたやっこさんの形なんですが、あれはね、中に物を入れてスタイリングしないといけないっていうことなんですが、店員さんがやってたよりは簡単にはできないんですけども、この両端を内側に入れて、多分ねこれはもっと使い込んできて皮が柔らかくなってきたらもっとスッとできるんだと思うんですが、ちょっとねやっこさんスタイルがスタイリングするの難しいんですが、こういったねおにぎり型ならできるよっていうことで、物が少なくて例えば旅行先に人混み行った時などですね、これ実際にこういう風になるので、物が本当に少ない時しかできないとは思うんですが、ここの開き口が広いのがちょっと気になるって私言ってたと思うんですが、これならねもうここで収まりますので、実際なんかこれだといいなとも思いました。でね一応昔と言いますか、何年ぐらい前かな、レディガガさんのフレンチブルドッグのペットちゃんがですねコーチのモデルやってた時代にイーディというバッグがあったんですけど、それがちょうどこのような形で、それのバッグ私持ってまして、すごく気に入ってたので、ちょっとね懐かしさもありましてね、こういうのもできるんだったらいいかなって。結局ねこのグラマシーっていうトートバッグが好きだったっていうことなんですけども、自分自身が、今回はね大満足の結果となっております。やっぱり裏のスティッチもそんなに目立たないかと思います。
今期はですね、過去数年間続いてたミニバッグ、例えばマイクロとかっていう、もう携帯も入らないぐらいの小さいバッグのブームがちょっとやっぱり少し落ち着いて、まだなんていうんだろう、セカンドアイテムとしてリリースはされてますけど、それがメインでっていうことではなくて、今年急にですね、大きいバッグのブームが到来しまして、中でも A4 サイズ以上が入る仕事に使える大容量っていうのがポイントなんですよね。さらに英語ではスラウチって言うんですけども、こういった柔らかい形で物を入れてない時にこうちょっとくちゃっとするような、そういうものがトレンドになってます。去年ブルックリンがリリースされた時に、あれはトートバッグではなくてほぼバッグなんですけども、モデルのベラさんかなが、持ち歩いてた時にですね、そのスラウチっていうちょっとクシュッとしたような形で歩いてるのがですね、それがすごく素敵で、もう急にバーって流行ったんですけども、実際ブルックリンの方は形が結構しっかりしてるので、あそこまでねクシュッとなるにはちょっと時間がかかると思います。っていうのも取っ手の部分のストラクチャーが本当にしっかりしてて硬くなってますので、真ん中のこのボディの部分だけの皮の柔らかさでクシュッとなるには時間かかるっていうことと、あと中に例えばですね13インチのラップトップ入れちゃいますと、もう横幅ピチピチなので、ああいうスラウチな形はちょっと演出しづらいかと思います。ここまでねグラマシーまで大きければ本当にね理想の、スラウチとして使うことできるんじゃないかなと思ってます。そして他のブランドで同じぐらいの、価格でちょっと似たようなデザインとなりますと、まずは、皆さん大好きマイケル・コースなんですけども、マイケル・コースさんはねちょっとスラウチ型のバッグは出してないです。いつもカチッとした感じのストラクチャーのあるデザインが多いので、ちょっと今回ねグラマシーに相当するようなものっていうのはちょっとないですね。先日ご紹介したハミルトンの、大きい方のフリンジ付きですね。あれも少しスタイルとしては硬すぎない形のちょっとボヘミアンな感じのデザインではあると思うんですけど、バッグ自体をサラウチっていうスタイルで持つっていう感じではないです。今回取っ手の部分がベルトになっているっていうデザイン性があるんですけども、バッグ自体にですねトートの本体自体にベルトのデザインがついているのが、トリーバーチのロミートートになりますね。こちらも価格だいたい10万円前後となるかと思います。ロミーねすっごく鳥さん今力入れてますので、トリバーチファンの方はぜひチェックしてみてください。そしてもう一つはデメリエロンドンのザ・ニューヨークトートっていうものなんですけど、こちらもだいたい価格10万円ぐらいかな。素材によって少し高額なものもあるんですけども、このサイズこれと、コーチのグラマシーと同じぐらいのサイズ感っていうとだいたい10万円11万円ぐらいの形で出てます。鳥居さんのロミートートと同じようにここにベルトがついた形となってます。実は私このコーチのグラマシーの前にもうデメリエのニューヨークトートを買う寸前でして、もうお母さんにこっちとこっちの色どっちがいいと思うなんて話してたぐらいだったんですけども、結局こっちに持ってかれたなっていう感じです。何かと迷った時にいつもコーチを選んでしまうっていう理由の一つとして、アメリカだけかもしれないんですけども、もう例えば秋田とか他のものが欲しいから売りに出そうと思った時に、コーチのバッグはアメリカ国内では割と早く履けるっていうことがあります。経験上難しいのが、トリバッチさんすごく値段が下がってしまいます。
それと今回は出てきてはないんですけど、マーク・ジェイコブスさん。マークさんは多分ね、一番リセールが難しいんじゃないかなっていう感じのブランドです。っていうのも、マークさんの場合は新品で買ってもそこまで高額なバッグではないので、もしかしたら買う方がだったら新品がもうちょっとお金出しても新品の方がいいわって思う感じのファンの方が多いのかもしれません。でね、デミリエ今回ね結構興味あったんですけども、リセールの相場とかもちょっと全然わからなかったっていうのとですね、やっぱり最近ちょっと政治の関係でもロンドンが移民問題でねちょっとひどいことになってるので、今そのザ・ニューヨークトットだけ流行ってて、その後ちょっとすぐ廃れちゃうっていうのも嫌かなと思ってですね。でもこのカラーね、ハニーは他のバッグでも出てまして、今ね私がすごく注目してるのがですね、ジュリエット38っていうものなんですけども、それが先日コーチの日本のアウトレットのセールで買うべきだって言ってたローレルと少し形が似てる形となります。38はローレルのラージよりも大きくて長いストラップついてないんですけど、レザーがこちらのグラマシーの、ソフトグレインレザーと同じで、やっぱりねちょっとね革のレベルが違います。なのでコーチの、ジュリエット38、そちらトートではなくてホーボーバッグ、ショルダーバッグっていう形なんですけども、そちらもぜひチェックしてみてください。では今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いします。